日光中禅寺湖の千手ヶ浜に対岸からカヤックで上陸するというのが長年の夢だった。今回はその夢を叶えられそうだ。湖を進むカヤックのパドルを漕ぐ手を休めて、ふと上を見上げると、ワシとかタカとかがゆっくりと大空を飛翔しているという状況だとさらに理想的だ。なんとなくそういうのがキャンプ場で違いのわかる男のアウトドアライフを満喫中という感じがする。早速違いのわかる男になるチャンスが来た。中禅寺湖勝負ヶ浜キャンプ場の駐車場。タカ、ワシ、トンビ、どれだ。違いのわかる男としてここは絶対外せない。尾っぽはほぼまっすぐ、なんなら逆扇形。あまり羽ばたかずに上昇気流で旋回している。難しい。これはトンビでいいのか。T ひょろひょろひょろという鳴き声。ということはトンビで正解なのだろう。これで違いのわかる男にまた一歩近づいた気がする。向こうから昨日トレッキングをご一緒したフランスナント出身のマリーさんとランベールさんがやってくるのが見える。2人はパトリックさんと3人で中禅寺湖でサップに乗るプランだ。こちらはカヤックで千手ヶ浜を目指す。当初キャンプサイトからテイクオフのつもりだったが、キャンプサイトと駐車場は300メートル離れているので、このまま駐車場で組み立てて出発しようという話になった。パトリックさんによれば、千手ヶ浜は八丁出島にも勝るとも劣らぬ紅葉の美しいスポットだという。Ah bon? Mais... On va tester. Ok, ok, ok. Ok, mais c'est... すごいですね。初めて見たっけ。すごい。キャンプ用の車ってことですか？そうです。あれが冷蔵庫。上にパカッと開いて。ロヒーニさんのアウトドア友達に無条件に褒められる。確かにっていう。おだてりゃ豚もカヤックに乗るというではないか。パトリックさん、マリーさん、ランベールさんのフランスサップチームはロヒーニコーチの指導のもと、すでにテキパキと準備を完了して出発していった。こちらは空気入れに手間取り、カヤックの出発は10分近く遅れを取った。サップはかなり速いので、まあ追いつくことは難しい。ロヒーニさんたち5名は砂浜で撮影会をしていた。や誰も手を振らない。近くを通りかかった別のタンデムカヤックの人に引き波注意を促す。波来ますよ。波が来ますよ。
した湖で船からこれだけ離れていればそんなにひどい波は来ないが、基本船の引き波を真横に受けると転覆しやすいので、引き波に対して垂直にカヤックを向けて構える。Ça va? C'est pour rentrer? Oh, c'est trop tôt. Ils sont là. 後で調べて分かったのだが、これがどうも赤岩と呼ばれている岩らしい。ゴツゴツした岩があるかと思えば、突然砂浜が現れたり、湖岸はなかなか変化に富んでいて楽しい。ほとんど南国の海に来たかのような錯覚に陥る。桟橋トンネルをくぐるという必殺技が一番美しいフィニッシュだということに異を唱える者は誰もいないだろう。何か感覚的には紅葉の沖縄に漂流し流れ着いたといった不思議な感じだ。おやつとして持ってきたリンゴの一かじり目がめちゃくちゃうまい。
なかなか野趣あふれる素敵な砂浜なので、湖畔沿いを千住道方面に歩いてみよう。と、砂浜は途中から石ころに変わってゆく。何より小川が行く手に立ちはだかって、これ以上前に進めない。対岸はなかなか魅力的だ。と思っていると人がいる。ということは、橋なんかがあって向こう側に行けたりするのか。せっかくの落ち葉なので、わざと普段より多めに踏みしだいております。こっちの方に来るともう湖岸は完全に砂浜というより石ころだらけになる。赤、黄色、朱色など色とりどりの落ち葉は地面を覆うだけでなく、ある時は水たまりを覆い、ある時は岸辺を覆う。またある時は湖面をぷかぷかと浮いているだけのこともある。紅葉の木々の声に耳を澄ませば、落ち葉のざわめき、枯れ枝の舌打ち、
熊鈴のささやきが聞こえたりする。一瞬、一枚の葉っぱがこちらに手を振っているのではとハッとさせられるが、むしろ風のいたずらなのか。恥ずかしながら野鳥に関しては現場で初見ではさっぱり名前がわからない。撮影して家に戻ってからググって名前や生態を調べるという野鳥ググリストだ。調べた結果、ハジロカイツブリで間違いないと思う。カモと違い、カイツブリ類は潜水が得意だ。後日、この群れを襲う悲劇を目撃するのだが、この時はまだ知る由もないのであった。湖面は逆さ男体山も見えるほどの凪のようだが、ひとたび湖に出ると強風というのはよくある。そろそろ帰るとしよう。ここから勝負ヶ浜までの帰路は往路の逆をたどるわけだが、来る時は向かい風だったので、土地窪や熊窪のようにくぼんだ入り江のような地形を利用して、風の弱い岸近くに入り込むように進んだ。Google Earth の地図測定機能で計算すると 3.6km だった。蛇行する必要がない帰りの直線距離を測定すると 3km となっている。帰りは順風なのでむしろ追い風を利用して割と楽に戻れるだろう。午後になって太陽光線とその水面からの照り返しのせいで赤岩の下あたりの紅葉が一層引き立っているように見える。早くていいっすね、そっちは。勝負ヶ浜は急に風が強くなっていた。まあ追い風だったから楽ちんだったのだが、波立つ湖面を進むのには苦労した。風が渡るたびに秋の午後の陽光をはじき返した無数の光の粒が中禅寺湖の波の間から降り注いでは消えていくのであった。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、そしていいねボタンを押していただくと動画作成の励みになります。